熱くなってしまうせいか、最近は松岡さんに似てますねと言われるんですが、情熱こそが人生を切り開く源だと思っている私にとっては大変光栄なことです。松岡さんといえば錦織圭選手、昨年の全米オープンで日本人初の準優勝を成し遂げました。錦織選手は翌日のインタビューの中で、インタビュアーである松岡さんにこう答えています。修造チャレンジがあったから世界を見据えるようになりました。今の自分があるのは修造さんのおかげです。本当に素敵な関係で私は感動しました。きっと誰の人生にも人生を変える出会いがあるんだと思います。まず最初に、一人の教師との出会いによって人生が変わったある少年の話をしたいと思います。1997年、ある少年は当時中学校2年生でした。勉強は全然できず、常に400人の中で学年最下位、運動も全然ダメで、体も小さく、体は貧弱で、中学校2年生の頃からひどいいじめに遭い始めます。柔道部の同級生がやってきた柔道技をかけてくる毎日、時には後遺症が残るような暴力も受けました。自殺を考えたこともあります。その少年の人生が変わるきっかけとなったのが、体育の松野先生のある一言でした。なあ、いじめる側が 99% 悪いかもしれない。でも、お前にも 1% 何かしら今の状況を変えられるかもしれない。それを一緒に考えて行動に移していこう。その日から少年の人生は少しずつ変わることになります。先生は少年と一緒にいじめを抜け出す戦略を考え、体を強くしようという作戦が決まれば全力で実行をサポートしていきました。少年は1日2リットルずつ牛乳を飲み、早いに早くと徹底して、そうするとみるみる身長は伸びました。体を鍛えるために毎朝6時半に学校に登校してはトレーニングをしていくと、体が強くなっていき、いつの日かいじめはなくなりました。大嫌いだった体育もいつの間に活躍できるようになっていき、大好きになり、体育係体育祭実行委員長、陸上部の部長も務めるようになりました。いつの日か少年は自分がそうであったように、厳しい状況にいる子どもたちと向き合い人生を変えられるような教師という職業に憧れ、志すようになっていきます。大学に進学し、教員免許を取得して、卒業後、都内の中学校で体育教師として勤務をします。夢が叶ったのです。でも夢はそこにとどまることなく、教育現場で垣間見えた日本全体の教育課題を解決していくべく、死ぬものクイズで勉強してハーバードに留学をして、帰国後教育系の NPO を立ち上げることになります。そして今日ここに立つことができます。その少年は私です。松野先生がいなかったら私の人生はどうなっていたでしょうか。おそらく今日皆さんの前でここで話をすることはなかったと思います。私は教育というのは子どもの前に立つ教師の質で決まるというふうに思っています。言い方を変えれば、教育というプロセスにおいて子どもが悪いということは何一つないのです。何一つです。私は中学校の教員時代、いわゆる学級崩壊を引き起こしてしまうような先生の職員室のある会話を耳にしました。今日も授業にならなかったよ。あいつら本当うるせえな。そうですか、参りますね。それを聞いて私は強い違和感を感じました。学級崩壊を引き起こすのは子どものせいじゃない。教師がどういう思いでどう授業を設計して何を伝えるのか、そこに問題があるんだ。生徒は教師を映す鏡です。子どもたちは大人を映す鏡です。私は子どもが悪いということは何一つないと思っているので、どうすれば厳しい状況にいる子どもたちの教育環境を改善していけるのかというのを必死に考えるようになります。今の Teach for Japan の活動は教員の再エの質にフォーカスをして徹底してそこに考えています。
少しだけティーチョージャパンの紹介をさせてください。25年前、一人の女子大生がアメリカの教育格差の問題を是正すべくあるプログラムを立ち上げます。ティーチョージャパンの前例となっている Teach for America というモデルです。彼女はこの厳しい状況にいる子どもたちの状況、環境を改善していくためには、優秀な人材を投入していかなければいけないということを確信し、全米で優秀で情熱のある人材を教員として2年間、困難な状況を抱えている子たちを多い学校に派遣するプログラムをスタートしています。今では年間6000名現場に派遣されているようなプログラムに成長しています。厳しい状況と向き合う子どもたち、教師たちは、日々子どもたちと向き合う中で成長を促していき、さらにリーダーシップを徹底して磨くことになります。このリーダーシップこそが、後のこの人たちの人生の大きな財産になっていきます。ティーチャーアメリカの卒業生たちは、卒業後、教育現場のみならず、政治、NPO、行政、ビジネス、いろんなセクターでリーダーとして活躍していくようになります。教えることを通して学ぶ、成長する。このプログラムは広く認知され、ティーチャーアメリカ2010年の文系の就職ランキングにおいては1位になり、Google でアップルを抜くような人気就職先ランキング、人気組織になっていきました。私は留学中にこのモデルと出会い、このモデルを日本で実現していかなければいけないという強い思いを持ち、2012年に Teach for Japan を立ち上げております。日本にも深刻な教育格差の問題があります。6人に1人の子どもが貧困状態に苦しんでいるというふうにも言われています。貧困がもたらすのは格差の問題です。学力格差の問題。どういった高校に進学できるのかも決まってしまい、大学の進学率にも影響を与えていきます。そういった子どもたちが大人になった時に就ける仕事も限定的になってしまい、得られる賃金にも影響を与え、自分の子どもに与えられる教育も限定的になってしまいます。貧困の連鎖の問題です。昨年の1月、大阪で母子、母と子の餓死の事件があります。母親の隣に3歳のるい君が横たわっていて、毛布がかけてあって、その隣に置き手紙が置いてありました。最後にお腹いっぱい食べさせてあげなくてごめんね。私はラッキーだからここに立っているだけであって、もしかしたら死んでいったるい君だったかもしれないということを考えると、この教育問題に対しては強い当事者意識を持って取り組むことができます。子どもたちは生まれる環境を選ぶことができません。生まれた地域環境や家庭環境によって子ども人生が左右されている中、我々は何をしていくべきなのかというのを日々考えていくべきだというふうに思っています。Teach for Japan は毎年今のところ24名のですね、人材を採用し、厳しい状況にいる子どもたちが多い学校に教員として派遣をしております。中には商社やメーカーで輝かしい実績を残した人材もいれば、青年海外協力隊や国境なき一団で多様なグローバル経験を積んだ人材もおります。こういった人材が子どもと向き合い、寄り添うことで、日々子どもたちのみならず親御さんとも信頼関係を築いていくことになります。さらに Teach for Japan はこういった秀でた成果を上げている先生のことを徹底的に分析をしていき、これからの教員採用の在り方、これからの教員行政の在り方というのを体系化していくのみならず、連携する教育委員会と我々の情報を提供していく中で政策提言も進めていこうと思っています。一人でも多くの松野先生を増やしていけるように。ここにいらっしゃる多くの方々はご存知かもしれませんが、ICU の初代学長である湯浅先生はこんな言葉を残されています。生きることは愛すること、愛することは理解すること、理解することは許すこと、許すことは許されること、許されることは救われること。許すというのは受け入れるということだと思います。子どもたちの千差万別の個性、家庭環境、夢を全て受け入れることが子どもたちと接する第一歩目だと思います。私は中学校2年生の時に松野先生の一言で許され、人生が大きく変わりました。
私は日々自問自答しています。当時の自分に出会ったならば、どんな言葉をかけることができ、どんな指針を与えることができるだろうか。昨今悲しいことに、子どもの貧困の問題であり、いじめの問題をよくニュースで耳にすることがあります。こういった状況にいる子どもたちに我々が何ができるんだろうか、日々考えていくべきだと思うのです。教育改革というのは教師だけの仕事ではなく、我々大人全員の使命であり、社会全体の責任だと思います。今日この場にいらっしゃる皆様方が熱い教育改革をご一緒いただける仲間になることを信じて、最後にこの言葉を送りたいと思います。暑くなければ夏じゃない、暑くなければ人生じゃない。ご清聴ありがとうございます。